ゲート靴どこに忘れてきたんだろう。家出た時は持ってた。新幹線の駅着いて降りる時持ってて。あ、いのり、手離さないでね。如果在这儿的话，也还找得回来吗？ありがとうございます。よっこいしょっと。ごめんなさい。わかった。じゃあ電車に那有点时间了得。はい。鉄道会社に太冷静了，执行力满分。大事なものなんだから、私がちゃんと持っていれば。お母さん。ダメ、大会前に啊，させちゃう。妈妈也很可爱。大丈夫、ちゃんとサポートするから。ありました。10個先の駅に忘れ物として保管してあるそうです。本当ですか？でも10駅先って。僕が取ってきます。いのりさんは本番に合わせてウォーミングアップして待っていて。很安心。タクシー呼びます。待っている時間がもったいない。駅まで走ります。ここからですか？はい。この大会にいのりさんを絶対出場させます。司先生、ごめんなさい。大丈夫。リラックスリラックス。い啊のりさんを目標に導くのが俺の役目だよ。真的会很想让人依靠呢。時間は10時20分。一級女子は11時30分から。いのりさんは第3グループだから12時20分。絶対間に合わす。痛い。無理。まだいけます。それで司先生は取りに。はい。ヘッドコーチのひとみ先生は東京の大会の方の付き添いでいなくて。わかりました。困ったことがあったら何でも言うてください。すみません。私のせい。这个时候太紧张了，已经各种压力都堆积起来了。こんな私を手伝わせて。一生かけよう。君が光る哦，自分のダメなところ反省している場合じゃない。先生が帰ってきてくれた時にちゃんとできなくなっちゃったら本当にダメだ。お母さん。或者能不能先借呢？考えなくちゃいけないのはちゃんと滑ることだけ。先生は絶対出場させるって言ってくれたんだ。いのり、ちょっと走りすぎじゃない？そうかな。この前はそんなに走ってなかった。少し休憩した方がいいんじゃない？这样就更不想让大家失望了。天呐！あの子。天才と呼ばれる少女がいたと。森林精灵感觉。その名がつくまでは何者だったんだろう。瞬く間に輝かしい結果を出せば天才と呼ばれ、月日をかけて結果を出せば秀才と呼ばれる。都是努力的人。
シシドってスピードスケートのシシド選手の娘さんやな。さすが。みのり、もう一回ウォーミングアップしてくる。じゃあけん言うたじゃろ、ちゃんと飛べる言うて。1級まだ2回転できる子少ないけん褒められただけじゃ。1級はレベル低いな。都对自己好有要求啊，这些小朋友们。司先生と一曲通そうって話してたんだった。啊，って言ってくれた司先生の言葉を思い出して、ずっとダメな自分を忘れられない私の遠くて難しい夢を司先生は叶うと信じてくれてる。一直都很认真的对待。哦，对呀、如果他人都相信了自己的梦想，自己又为什么不能相信呢？みのりさん。先生。哦，都湿透了衣服。今何番目？何があったんですか？体中びっしょり。え、これ汗だよ。はい。私の靴。エマ、きっちりやって終わらせて。何ですかあのセイラとかいう子は。調子に乗ったまま高得点出して絶対引きずり下ろしてやる。他的发卡也是他的表情可愛。血が絶対上になるんじゃ。ゆいつかさん、24番ゆいつかいのりさん。啊！热身有点热的太过了。はい。おーい。気持ち悪い。なんでびしょびしょなんや。いや、それはこんな大事な時になんちゅう無茶するんや。間に合わんかったらどうするつもりやったんや。確かに。先生、本当にありがとうございました。リラックスできてます。司先生が今までいっぱい励ましてくれた分と持ってきてくれた靴で元気満タンです。啊！では移動します。行ってきます。また俺が何啊，他做的也很棒啊。ほんの少し目を離した隙に勝手に成長してビビるよな。はい。でもだからこそコーチである俺らは他们也不能落下嘛。所以要非常紧盯他们的身体状況。ように言うんやけど、どうしてもやりすぎてしまう。エマが悪いんやない。俺自身もどこかで遅れていることに焦ってたんや。気持ちはわかります。子供っちゅうのはああ見えて他们其实是很敏锐的。そんな空気を無意識に感じ取ってついつい練習しすぎてたんやと思う。哦，其实都是互相的在体谅。随分遠回りさせてしまった。それでもここまで来たのはコツコツ努力して這い上がってきたエマの力。俺は特別なことは何もしてない。ま、そういうわけやからコーチとして気ぃつけとくに越したことはないで。
我好喜欢他们教练之间的交流啊。練習時間は5分です。很有精神。ダブルループ成功。よし、いい調子。一級どう？さっちゃん大乗りできそう？もう無理や。獅子堂って子が23点出したみたいで。ああ、獅子堂選手の娘さんやろ？おにぎりおいしい。やっぱ親が天才やと子供にも遺伝するんやね。もしかしてオースリンク受付の？まずい。ミニスト引き換えに勝手に娘さんをスケートリンクに入れてたことがバレたら。お世話になっております。今日はどうしてこちらに？どうする？ごまかすか？いや、嘘は良くない。正直に言うしかない。前にいのりちゃんからこの大会に出ると聞いたもので。じゃあ祈りのために京都まで。隣いいですか？どうぞ。他妈妈真的很可爱，我觉得。リンクサイドにお上がりください。ねえママ、あの子残ったままやで。ああ、あれな。1番目の子はすぐ始まるから残ってなあかんのよ。17番、キトラカンナさん、福岡パーク FSC。他看着好小啊！天哪，啊哈哈，好可爱！啊，好坚毅的眼神。ジャンプ高っ。而且感觉很轻松啊。トップジャンプ。あんな大きいや。我去，那这对后面比赛的怎么办啊？キトラカンナさんの得点 23.03。現在の順位は第2位です。23。いのりさん、準備入ろう。但是冰面就只能这样吗？またあなたですか？すみません、すみません。リツキさん、おやめなさい。落ち着きがありませんよ。大丈夫です。冷静さが私の強みですから。19番、小熊律樹さん。天呐，好飒呀，这个妹妹。就是刚才那个洞。次を変更すれば大丈夫。選択肢はダブルトーループとシングルアクセルかダブルループとシングルアクセル。成功率が高いのはダブルトーループ、シングルアクセル。哇，那这样的话，越后面比赛的人不就越不公平吗？哇，他们心态太好了，在这种23分这么多的情况下，还在突破。大丈夫。今日のいのりさんのプログラムにはフライングシットスピンにブロークンレッグ、さらにダブルサルコーにダブルループもある。言うなればイチゴが2つ啊，デラックスイチゴ。还记得是这个。デラックスいちごたい焼き。ミスなくしっかりやれば上回ることは可能だよ。はい。20番、黒沢ミーヒさん、スター広島 F。
哦，音乐好好听啊！他给自己压力太大了。セイラを上回れる。これならセイラに勝てる。黒沢ミーヒさんの得点23点。我还挺怕他失误的。大家都好卷啊！高いですよね。演技が拙くてもジャンプの構成力で高得点を取る子、アクシデントも冷静に対処した子、柔軟性を生かし演技構成点を上げてきた子、それぞれ皆すごいです。各显神通。よし、靴ひもチェック OK。改めてスケート靴が履ける嬉しさを感じます。啊，太可爱了！いのりさん、今日は今までで一番落ち着いてる。これでちゃんといつも通りの演技ができれば。先生、もしかして私も連続ジャンプに2回転入れた方がいいんでしょうか？どうして？だって23点台出してる子はみんな、もちろん私にはまだ難しいっていうのはわかるんです。好可愛ジャンプを変更しないのはいのりさんができそうにないからじゃないよ。今のジャンプの出来栄えを良くした方が点数が上がると思っているからなんだ。そうなんですか。正しいエッジの踏み切り、そして踏み切りから着氷時の流れ。いのりさんはこの2つをきちんと意識すれば加点がもらえる。あ、还打了一个结儿。啊！最高のこと哦不！これ、いのりさん、まだ始まってないから大丈夫。急いで立ち。还没开始，还没开始。寿命縮んだ。今すごくスピードが出た。一般都会欲扬先抑的，我觉得他应该会挑一个好结果。しっかり保とうとして。あれ、これって司先生がいつも言ってくれてること。優勝には転倒、お手つきなしのノーミスが絶対条件。うまく切り替えてくれ。いのり。哦。不过反而我现在对小希没有什么太大的担心了，我觉得他现在已经准备齐全了，并且其实能看出来他已经感悟到了很多。其实很多时候都是在这种赛场上，或者说是比较极端的情况下，可能才会有一些顿悟。虽然能看出来这一集在其他小朋友滑冰的画面上面稍微略省了经费，但是整体观感还是可以的。而我也很喜欢看到很多他们成年人的这种心境的转换，就比如说像司教练他的这种沉着冷静，还有就是像小琪妈妈，她就是心里自己也很担忧，有这种焦虑，但是不想展现给自己女儿看。这一点上，他们都是像超人一般的存在呢。不得不说，我感觉这个赛场上大家个个都是天才选手呢，每个人都这么厉害，而且真的就像那冰场老爷爷说的一样，就大家都各有各的特技。
真的也让我觉得他们之间的这个比拼也太残酷了，因为每个人都是如此的有这种天赋吧，每个小朋友都很可爱，我感觉我都不想让他们输掉。所以真的好心疼 Emma 小朋友，尤其是他跟他教练其实都有在互相的担心焦虑彼此吧，就是这种羁绊也真的很暖心。就像 Emma 或者说小琪，其实他们也都是非常会看大人的脸色或者说是他们的情绪的波动的。生长痛这个阶段确实也很关键，如果稍微比如说运动过度或怎么样导致比如说长高的问题，或者说是更严重的这个关节问题的话，那可能是真的会影响他之后的一些就是职业生涯，尤其是在于这些小朋友都很有天赋的情况下，那真的就太过遗憾了。3D 回来了，小琪加油！哇，非常的专注，因为刚跑太多了。在比赛过程中一边滑一边掌握。没有体力了。临场发挥啊！真的是美到了手指尖儿啊！哦，这心态非常好。哇，不是，这也太美了。悬着心落下了。尤其是在经历了前面这么多的这种焦虑和紧张下，还能发挥的如此的优秀。哦，哦不，感觉好疼啊！エマ、今は演技に集中や。唯一会いのりさんの得点24.。哇，太厉害了吧！这确实是没想到。捻挫だと思いますが、これから腫れが出てくる場合もあるので、病院に。这么严重，那接下来
都会受影响了。哦，表彰式は欠席だ。タクシー呼んで荷物持ってきます。先生、最後にエマちゃんの演技を見てからでもいいですか？自分が何番になったか見てから帰りたいです。わかった。痛いのは足首だけ？はい、あとは筋肉痛だけです。運動し始めると痛くなくなるんですけど。見ていくくらいは問題ないと思いますけど。他想到艾玛教练说的话了。新スプリント。後で説明するよ。そろそろエマさんの演技の時間だ。お母さんに連絡したら観客席に見に行こう。セコマさん。大丈夫？はい、ありがとうございます。見に来てくれて。32番、大和エマさん、レンゲチャイフェイス C。ちょうどだ。エマ、今日この大会で優勝して今までを卒業しよう。他のクラブを紹介？そんなエマに出ていけ。因为他不够才华吗？毎年20人以上。エマは何年初級やっとる。哦不，但是他身体还有。あの子のためを思うて言うとるんや。どうや？足は今日は痛くない？余裕や。ちょっと聞きたいんやけど。所以他需要拿出成绩吗？就是为了不被俱乐部赶走。ようけ食べるから背伸びて足痛なんねん。スケートできなくなるんやったら食べへん。懂事的让人心疼。先生。アホなことせんで。お前のせいが将来何メートルになったとしても、俺が立派なスケーターにしたる。胸張ってコツコツやっていこう。哦。あれだけ苦労したんや。今。教练要好好。我看的好紧张啊！哦不！付出了非常多的心血啊！怎么办？我想他们都能赢。还是很流畅的。感觉这音乐很像他的心境一般。哇！
哇，他这个做的也太好看了，还好他没有出什么失误，我还怕刚刚那个洞会影响他呢。一級が弱い用とのトリケットは人外有人，天外有天啊！一級でも二級でもすごいやつはすごい。キラジャバ、あんたのそういうとこ。永不气馁，还在被鼓励着。哦，太可爱了，宝贝。哦，大和エマさんの得点 25.57。 哇！最終順位は第1位です。感觉他所有努力都得到了回报。啊！小溪也非常棒。こっち目線もらえますか。啊！井の中の蛙じゃったな。まあ、リツキさん、来月から一緒のクラブメイトになる獅子堂セイラさんと黒沢美希さんです。ああ、お前どっかで見た顔じゃな。さっき何て言ったかしろ。フィギュアに専念するために広島のクラブからこちらに移籍することになりました。お前何年？名前なんて言う？これからよろしく。也都很可爱呢。ただいまよりノービス B フリースケーティングの競技を開始します。すず、調子に乗ったらあかんで。全日本ノービス前の最後の練習にや丁寧にやり练习赛。うちは今年こそ光る班を超えて女王になる女やで。気なんか抜くわけないやろ。啊，她好漂亮啊！她这个小发型儿还挺可爱的。選手の方は練習を開始してください。練習時間は6分です。还是很多人都把小光当做自己最高的目标呢，去超越。どうぞ。ありがとうございます。みのりさん、明日から夏休みが終わるまで練習はお休みにしよう。お休み？でも一日中練習できるのは夏休みの間だけなのに。さっき少しだけ話したよね。新スプリントって。身体可是运动员的热本钱。那就完全葬送了这个职业生涯了。ごめんね。啊，コーチとして何が足りないかいろいろ気づけた。これからは怪我もアクシデントも予防できるよう考えていくからね。私もいろんなことが分かりました。スケートを夢にして大事にしてる人は真的私だけじゃない。大家都是才华洋溢啊！スケートのために頑張り続ける子。私と同じように追いつこうとあー今まで練習して艾玛，練習したことにできず
私はそれを諦める理由哦，に絶対しない。小七，对于教练来说，也真的是光一般的存在。哦，自分を信じてやってみたいんだ。也治愈了教练呢。俺もあなたを信じる。好成熟啊，宝贝。駅まで車で迎えに来てくれるって。じゃあメダルを見せる準備をしておかないと。今ですか？ではこれより表彰式を。啊，给他补了一个典礼，じゃじゃ这一点也太可爱了。下次是奥运金牌。哦，我真的会觉得好耀眼啊！我觉得这个奖牌发射出来的这个光完全比不过小七他自身发出来的这种光芒要耀眼。也正是这样子的阳光或者落日这种夕阳的余晖照在这个银牌上，也像是金牌呢。而小七这种光彩夺目的决心和他的这个心态，也是温暖了就是坐在对面的司教练呢。这也像是他们共同的一个里程碑吧。这也是这种比赛的意义吧，就是让他也看到了、看清了更多，就是这些同龄的选手，他们都处在一个什么样的阶段，他们每个人都是如此的才华洋溢，又充满着热情热爱，更能让自己认清现在的现状，并且再能继续不断的去努力。这样小七知道有一些时间是无法挽回的，但即使认清了这个现实，深知已经有无法克服的不足之后，接下来该以什么样的决心和心态去面对未来才是更加重要的。小七这一点完全是做到了，并且他是以一个非常成熟的视角，不管是去面对这些优秀的这些滑手，还是面对自己的这个病痛，他都完全没有气馁。当然这一集 Emma 的这个花花也真的是让人眼前一亮，不仅是非常的流畅，并且我觉得很好的结合到了他还有就是之前的一些回忆吧。他每一步都是脚踏实地来造就了今天的他吧。他所有比如说绕了的弯路，还有他就是经历过的痛苦，都帮助他类似于累积了一些非常非常宝贵的经验。观众看上去像是一场非常流畅轻松的一场演出，但是对于 Emma 来说，她真的是付出了太多太多的心血了，可能比很多人都付出的要更多，并且再加上很多像是俱乐部有些教练他是看不上 Emma 的，但是他仍在这样子的环境下不断的去证明了自己。有一段时间没看体育竞技番了，真的是让我多少回到了看竞技番那种感动吧。尤其是这种聚焦不仅是在于主角一个人身上，还有一些群像的描绘，并且不仅是选手本身，还有教练和他们家长或者说是陪同人员他们的这个描写都有非常努力的在刻画。每一位选手都在经历可能自己的挫折，自己的这个转折点，他们都有着自己的渴望和拼劲儿。当看到这么多旗鼓相当的对手，真的是希望他们每一个人都能赢，包括就是 Emma 和她的教练，她的教练对她的信任和鼓励，陪着她不断的挺到最后，也真的是让人非常的感动。那这是不是要结束了？我们下期再见了，拜拜。